私は学生の時に日本のアニメを初めて見ました。友達に勧められてなんとなく見てみました。とても面白くてすぐに好きになりました。毎日学校の後にアニメを見るようになりました。キャラクターや物語がとても新鮮でした。他の国のアニメとは少し違うと感じました。アクションアニメも見ました。ファンタジーアニメも好きになりました。いろいろな種類のアニメを楽しみました。それから日本についてもっと知りたいと思うようになりました。インターネットで日本の写真や動画を見ました。日本の街はとても綺麗だと思いました。東京の写真をたくさん見ました。大きい建物がたくさんありました。とても近代的だと思いました。京都の写真も見ました。古い建物がとても美しかったです。伝統的な日本に興味を持ちました。電車や道がきちんとしていると感じました。人もルールを守っているように見えました。その生活が素敵だと思いました。日本の電車はいつも時間通りだと聞きました。とても便利だと思いました。いつか乗ってみたいと思いました。次に日本語の音に興味を持ちました。優しくて綺麗な音だと思いました。聞いているだけで楽しかったです。アニメの声優さんの声が好きでした。表現がとても豊かでした。もっと日本語を聞きたくなりました。最初は日本語がとても難しそうでした。漢字が多くてびっくりしました。でも少し話してみたいと思いました。日本語には3つの文字があると知りました。ひらがな、カタカナ、漢字です。とても複雑だと思いました。だから日本語の勉強を始めました。最初はひらがなとカタカナを勉強しました。覚えるのは大変でした。毎日ノートに書いて練習しました。フラッシュカードも使いました。何度も繰り返し練習しました。でも新しい言葉を知るのは楽しかったです。少しずつ読めるようになりました。わかる言葉が増えてきました。こんにちはやありがとうを覚えました。簡単な挨拶ができるようになりました。とても嬉しかったです。日本の文化にも興味が出てきました。食べ物やお祭りについて読みました。お寿司やラーメンはとても美味しそうでした。近くの日本レストランに行きました。お寿司を初めて食べました。本当に美味しかったです。天ぷらやお好み焼きについても学びました。日本にはいろいろな料理があります。全部食べてみたいです。日本の四季も素敵だと思いました。春や秋の写真が好きでした。自然が綺麗だと思いました。桜の花がとても美しいです。いつか桜を見たいです。春に日本に行きたいです。秋の紅葉も美しいです。赤や黄色の葉が綺麗です。写真で見るだけでも楽しいです。日本の人は親切だと聞きました。真面目で礼儀正しいとも聞きました。その話が心に残りました。日本にはたくさんのマナーがあります。お辞儀をする文化があります。とても興味深いと思いました。日本は伝統と技術が共存しています。
古いお寺の隣に新しいビルがあります。とてもユニークだと思いました。日本のお祭りについて学びました。花火大会や夏祭りがあります。いつか参加したいです。アニメの後、漫画も読み始めました。日本語の漫画は読むのが難しかったです。でも、勉強になりました。日本の音楽も聴き始めました。J-POP が好きになりました。歌いながら日本語を練習しました。インターネットで日本人の友達ができました。簡単な日本語で話しました。とても楽しかったです。言語交換を始めました。私は英語を教えました。友達は日本語を教えてくれました。そしていつか日本に行きたいと思うようになりました。実際に見て感じてみたいです。今もその気持ちは変わりません。日本旅行の計画を立て始めました。どこに行きたいか考えています。とてもワクワクしています。今も日本語の勉強を続けています。毎日少しずつ勉強しています。少しずつ上手になっています。スマホのアプリも使っています。通勤中に勉強できます。とても便利です。日本のドラマも見始めました。日常会話を聞くことができます。リスニングの練習になります。最初は全然わかりませんでした。今は少しわかるようになりました。とても嬉しいです。日本語を話せるようになると世界が広がると思います。新しい友達も作りたいです。日本での生活も体験したいです。いつか日本で働きたいかもしれません。まだわかりませんが、夢の一つです。そのためにもっと勉強します。友達にも日本語を勧めています。一緒に勉強すると楽しいです。お互いに助け合っています。これが私が日本に興味を持った理由です。これからも日本語の勉強を続けます。一歩ずつ頑張ります。